皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber、アニメーションレーベルのエモーションのタイトルのあれについて話したくて、モンゲーと言ってなかなか伝わらなかった思い出、ナンバーセブンこと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そしてわかりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。イースター島最新に研究一挙解説、覆りそうなエコサイド仮説と歩くモアイ。歴史的に外界から長い間孤立し、独特の巨大石像群を代表とした固有の古代文化が注目を集めるイースター島。このイースター島は18世紀にヨーロッパ人が初めて訪れ、19世紀頃から本格的に考古学的な研究が始まったことにより、今ではかなりのことが分かっていると思われがちですが、実は通説とされているものも根拠性はまだあまり強くなく、未だに歴史的な謎の多い地域となっています。そんな中、今年に入り新たに強めの知見が別々の研究により立て続けに報告されたので、今回はこちらをまとめてご紹介します。まず、イースター島の文明が滅んだ理由について、すでに分かっている事実として、イースター島の文明の象徴であるモアイ像は、17世紀までは盛んに建てられていたものの18世紀から建てられなくなっており、この頃には原住民の数が急激に減少しており、文明としては崩壊していたことが分かっています。この原因について現在通説となっているのは、モアイ像を運搬するのには木材をコロとして利用したことが考えられるため、このために大量の木材を切り倒したことにより深刻な環境破壊がなされたというものです。これをエコサイド仮説と言います。これ以外に、島外から持ち込まれたネズミによる食害が原因だというインベイシブ説もあり、これとの相乗効果であるという説明もよくされています。しかしこれらの仮説より少し後に、18世紀のヨーロッパ人の到来によりその存在を知られたことで、奴隷として原住民が連れ去られるなどし、これによる損失や非対称的な文明衝突などが原因で崩壊したというジェノサイド説も提唱されました。これはエコサイド説を中心とした通説を完全に排する形で提唱されており、もともと滅びかけていたものにとどめを刺したということではなく、そのままであれば存続していたのにこれが主原因で恣意的に滅ぼしたものであるとされており、エコサイド説中心の支持者とは現在も論争が続いています。ヨーロッパ諸国は古代から信仰により異文明を滅ぼすということはよく行っており、中世から近代にかけても奴隷制度や植民地政策を世界中で展開していて、イースター島の所属するポリネシア諸島での悪行三昧も確定的な事実であるため、イースター島でこのようなことが行われたことも多かれ少なかれあったことは確実だと思われますが、いくつかの証拠はあるもののジェノサイド説が主原因という確定事実はないため、建前上、現在はエコサイド説が通説となっています。今回の新知見の一発目では、このどちらともまた違う観点の要因が浮上してきました。コロンビア大学ラモント・ドハティ地球観測所の研究者はこう考えました。まあ、最近地球環境激変しすぎや、やばい、マジやばい。とりあえずいろんなとこの過去のデータも取っていろいろ調べんとだ。イースター島の高地と火山化考古の堆積物調べたら、どうも16世紀から1世紀を超えるくらい長い干ばつ期があったみたいやな。すると、イースター島の文明が滅んだ原因が自分で木を切りまくったからって説、無理があらへんか。干ばつ起きとるのに祭事のために森林伐採するようなアホやったら1世紀もたんやろ。研究チームが得た堆積物のデータは、過去にイースター島で1世紀から2世紀にわたり、今から過去3世紀の間よりも降雨量が大幅に減少していたということを示していました。これは高地と火山化考古という外因的な環境変化の乏しい土地の堆積物からの、統計的に一定の確率で放射性崩壊する三重水素と重水素、軽水素の比率から導いた数値から類推された知見であり、非常に信憑性のある知見となります。このことを前提として考えると、文明が滅ぶという観点では大きく2通りのシナリオが推測されます。まず、16世紀から続いた干ばつでの環境の変化でだんだん衰退していき、これが主原因で最終的に滅んでしまったというシナリオ。もう一つは、少なくとも18世紀までは文明は存続していたことは事実なので、環境変化に適応はしていたものの、
別の原因で滅んでしまったというシナリオです。この2つのシナリオはこの知見だけではどちらかは分かりませんが、少なくとも自分たちの愚かな行為で滅んでしまったというニュアンスのエコサイド説は主原因としてはかなり考えにくくなります。ではジェノサイド説の信憑性が高くなるのかというとまだ何とも言えませんが、これに少し関連してくる別の研究による新知見も今年に入って報告されています。ビンガムトン大学とアリゾナ大学の共同研究チームはこんなことを発見しました。まあ、従来ではモアイ像を寝かせて大量の木の粉で運んだって言われとるけど、どうもそういう痕跡が見られんのよな。モアイ像って縦長やん。こういうのってかなり重くても揺らして複数人でやればえっちらおっちら運べるね。寝かせて粉で運ぶだけが原始的な重量物の運搬法ではないんや。でも昔のイースター島の人がそれに気づいてやったって証拠はあらへんしな。なんかよく見たらどのモアイも同じラインとこにかけとる部分があるな。石やから空年月立てばかけるけど、同じとこがかけとるのはなんかありそうや。よっしゃ、ここにロープつけて揺らしたら運べるかどうか調べたろ。お、やっぱできたぞ。モアイとことこで草。今回の研究チームは以前よりモアイ像を立てたまま木のコロを使わずに運ぶ方法、物理学的な原理を応用して 3D シミュレーションで導いたことがあり、従来の考え方に懐疑的なスタンスをとっていました。ただ理論的にはそうであっても実際にこれをしたという証拠はまだありませんでした。ところが今回島に残っているモアイ像の特定の部分に共通してかけている部分があることを発見し、これを元にシミュレーションを行い、さらに実際のモアイ像を模倣した 4.3 トンのレプリカを作成し、欠けのあった部分付近にロープをかけ、多人数で引っ張り合いながら像を動かすという実証実験を行いました。その結果、モアイ像を立てたまままるで歩くように効率よく動かせることが実証されました。イースター島の人たちが過去実際にこれをやっていたという確証とはまだなりませんが、火をコロとして使う手法を大々的に行っていたという痕跡が見当たらないこと、像の欠けた部分の共通点という証拠と理論の一致性があること、そして手法としては実証されたことから、客観性と実証性においてこれは現時点での最有力説となります。そしてこれを正しかったと仮定すると、イースター島の古代文明の人たちは木は伐採していたものの、それはモアイ像の歩く道を作るためであり、多数の像を動かすために大量のコロは必要としていなかったと考えられます。つまり、先ほどの別の研究の知見とも合わせると、エコサイド説の信憑性はかなり弱くなったと言えますね。ということは、イースター島の文明は原始的ながらも高度な技術力や知恵を持ち合わせており、変化する環境に耐えながら18世紀まで問題に対処しながら存続していたと考えられ、そうなると、やはりヨーロッパの先進文明との開口が主な滅亡の原因となったのではないかと思われます。そうだとしたら実に業が深いですね。話は変わりますが、日本は国連人権理事会から300弱の勧告を受けてたりします。その多くは近隣の某国や某国や某国などの根回しによるクソみたいな言いがかりですが、欧州諸国の独断論的な価値観の押し付けも結構あったりします。他国に何か文句をつける前に、まずご自分の行いについて見直していただきたいですね。人の振り見てはが振り直せ、とはよく言ったものです。今回の研究論文はどちらもオープンアクセスとなっています。より詳しく知りたい方はぜひご覧になってみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は我が国における科学知識の一般理解及び科学知識のエンタメ活用を推進するプロジェクト PSN in ほとばしる科学講座とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。